はい、皆さん、こんにちは。今回の動画のテーマは、明日からできる2025年あなたのトレードが変わる4つの取り組み。2024年勝てるようになった。これまで終始マイナスだったのがトントンになった。負けにくくなった。一方で、まだまだ負け越しの状態が続く。様々な状況の方がいると思いますが、1年間の結果が出始めて、来年の目標について考え始めている方も多いかと思います。そこで今回は2024年は結果が思うように出なかったという方、2025年こそはブレイクスルーを果たして勝てるようになりたいという方へ取り組んでもらいたい4つの取り組みを紹介します。こうすれば勝てますなんていう耳当たりのいい言葉を言うつもりはありません。真剣に取り組んで勝てるようになりたいという方に向けた内容を話します。新しい年をスタートする上でぜひ参考にしてみてください。それでは早速1つ目から見ていきましょう。まず最初の取り組みは毎回トレードシナリオを立てるということです。皆さんトレードシナリオは作っていますでしょうか？中にはですね、初めて聞いたという方もいるかもしれませんし、めんどくさいのでついついおざなりになっているという方もいるかもしれません。トレードシナリオというのは、相場がどういう状況になったらポジションを取るのか、あらかじめ準備をするトレードの計画のことを言います。これにはエントリーの位置、損切り水準、利益確定の目安といったことも含みます。そして相場の動きがシナリオに沿って実際にそうなったらトレードを行います。こうすることで感情的なトレードや行き当たりばったりのトレードを防ぐことができます。感情的なトレードっていうのは相場が大きく動いているのを見てついつい飛び乗ってしまうフォモエントリーなんて言われたりするものや、負けを取り返すために行うリベンジトレードといったものですね。トレードシナリオを作るというのは、あらかじめこのようになったらこうすると計画を立てておくことになりますので、このような感情的な判断や感情的なトレードを排除し、一貫性のある取引を維持するために不可欠ということになります。では、もし相場がシナリオ通りの動きにならなかったらどうするのか。それはトレードしないということです。その場合は自分のトレードスキル、自分がトレードできるパターンが相場の動きに対応できていないということになります。自分が知らない動きというのは絶対にトレードできません。たまたまポジションを持って勝てたとしてもそれはまぐれ。このような場当たり的なアプローチは長期的な視点で見れば続かないどころか、逆に偶然勝ったことが災いして変な癖がついてしまい、自分を苦しめるといったことになりかねません。この動画を見ている方は、向こう数回のトレードで勝てればいいやであったりとか、今月勝てればいいやなんて思っていないと思います。継続して勝てるようになりたいと思っているはずです。であれば、相場がどのように動いたら自分は自信を持ってトレードができるのか。まずはそこを明確にして、そして相場がどのようになったらどうするのかをあらかじめ準備しておくこと。ローソク足の動き、このラインをブレイクしたら、ここでこういうチャートパターンが出現したら、インジケーターがこういう条件になったらなど、自分が待つ相場の動きをきちんと言語化して、そしてそうなるまで待つということが重要になります。2024年うまくいかなかったという方は、なんとなくこっちじゃないかなという感覚トレードや、負けを取り返すための場当たり的リベンジトレードを繰り返していないかどうか振り返ってみてください。トレードシナリオの立て方については、それだけを解説した動画を公開しています。2025年以降はしっかりとシナリオを立ててトレードできるようになるためにも、まずはシナリオの立て方を理解しましょう。動画のリンクは概要欄に貼ってあります。続いて2つ目の取り組みは、1つの手法を極めるという点です。手法は数多くあった方がチャンスも多くていいんじゃないのって思った方もいるかもしれませんが、何も必ずしも一生一つで行く必要はありません。そうではなくて、まだ期間収支をプラスにできないという方は、とにかくプラスに持っていけるようになることが最優先ですので、その場合はまず手法を一つ徹底的に極めるということが重要になるということです。ではなぜ一つに取り組む必要があるのかという点なんですが、一つの手法に集中的に取り組むことのメリットは、その手法に早く習熟できることと、その手法をより深く理解できることです。それだけに特化して繰り返すからこそ、その手法がどんな時にうまくいきやすくて、どんな時にはうまくいかないのかが見えやすくなります。その手法がうまくいく時の共通点、うまくいかない時の共通点が抽出できれば、それらを取り入れたり排除したりして次回以降のトレードに反映させていきます。そして次のトレードの結果が出たら、また同じようにうまくいった時のポイント、そうでない場合のポイントっていうのを分析して、また次回以降のトレードに反映させていく。このように PDCA サイクルを回していきます。で、一つの手法に取り組むと、この PDCA サイクルっていうのをより早く回すことができるんですね。つまり一つの手法に集中して取り組むことで、その手法を深く理解することができますし、より早く手法をアップデート、洗練していくことができるので、このサイクルをうまく回すことができれば、結果も早く出てきやすくなります。このあたり3つ目の取り組みのところでさらに詳しくお伝えするので、一旦このまま進ませてください。いろいろな手法に手を出してあれこれやっても、今お伝えした PDCA サイクルなしには、その手法に対する理解も深まらないですし、相場への適応力が身につきません。
急がば回れという言葉があるように、去年いろいろ試してみたけれども、どれも結果が出なかったという方は、来年以降はまず一つの手法に特化して、それを徹底的にマスターするということを目標にしてみるといいんじゃないかと思います。ただ一つ極めろと言われても何をやったらいいのかわからないという方もいるかと思います。ただそういう方もですね、去年1年間の間にいろいろなものをトライしていたりということがあると思います。例えばボリンジャーバンドのインジケーターを使った取引であるとか、平均足のチャートを使ったトレード、または僕がこのチャンネルでお伝えしているように、純粋にローソク足だけを用いたトレードなど、いろいろな方法を試したことがあるかもしれません。で、そういう方におすすめなのが、去年のトレードを見直して成績が良かった月を調べて、その月に用いていた手法を選ぶというものです。ただこれには前提があって、ある程度その手法を使っていて理解しているということ。で、それから部分的にではあっても、その手法が機能しているということが挙げられます。ある程度知っていれば、また一から新しい手法を勉強したりする必要はありませんよね。ポイントは先ほどお伝えしたように、それをどこまで改善、洗練していけるかです。例えば、その手法を使って取引していた月の収益がマイナスだったとしても、単体のトレードで見ていけば、勝てていたトレードもいくつか存在しているということがあると思います。そういう場合は、ではどんな時にその手法はうまくいっていたのか、どういう時はうまくいかなかったのかを分析してみてください。そしてうまくいく時といかない時の共通点が見えてきたら、それらをもとにその手法を改善して次回以降のトレードに反映させていきます。このあたりのお話が次の取り組みに関係していきます。それでは続いて3つ目の取り組みを見ていきましょう。瞑想してメンタルを鍛えましょうなんていうつもりはありません。そうではなくてトレードの振り返りを行うというものです。皆さんトレードの振り返りはしていますでしょうか？やりっぱなしになっていませんか？まずはトレードの振り返りが重要な理由についてお話をしていきたいと思います。トレードの振り返りが重要な理由、それは負けた原因、うまくいかない原因を特定し、それを改善するためです。改善といえば、英語の辞書にも載っているぐらい有名な、日本が世界に誇る考え方、方法論ですが、この改善を行うことがトレードにおいても非常に重要となります。これについては一つ例を挙げて説明していきたいと思います。例えば皆さんがですね、移動平均線のゴールデンクロスを用いた手法で何回かのトレードを行ったとしましょう。そして結果がこのようになったとします。6回トレードを行って5回負けて1回勝ったというような形です。そうしたらこれらの負けトレードについてなぜ今回は負けてしまったのかを分析していきます。例えばこの1つ目のトレードなんですけども、例えばすぐ上に上位足のレジスタンスが控えているところで、それに気がつかずにロングを仕込んでしまっていたとか、3つ目のトレードはですね、後から見直してみたらなんでこんなところでエントリーしたのか自分でもわからない。これはおそらく感情任せのフォモトレードであろうとかですね。また4つ目のトレードに関してはですね、1時間足ではゴールデンクロスの後で移動平均線も上を向いていたんだけれども、日足ではデッドクロスの直後だったとか、5つ目のトレードのように移動平均線ばっかりに注目していたら、そもそもレンジ相場だっていうことに気づかずに、レンジの下限の近くのところで売りのポジションを持ってしまったというような具合です。このように毎回のトレードを分析していくと、よくやるミスとか負けやすい時の傾向というものが見えてくるはずです。で、そこが分かったら次にその原因に対して対策を考えていきます。はい。で、今回の例の場合だと、1回目と6回目のトレードのところにある通り、上位足のレジスタンス直前でロングをすることで負けることが多いということが分かります。環境認識の時にはしっかりと上位足含めて確認しているのが、普段5分足や15分足を開いてチャート監視していると、ついそうした短期足の動きにつられてエントリーをしてしまう。でもそここそが上位足のレジスタンスが控えているところであり、逆行して損切りになる。そういうミスが多いのであれば、環境認識の時に上位足を確認することに加えて、エントリー直前にももう一度上位足をチェックするようにするといった具合です。で、この対策を次回以降のトレードで実施していきます。よくやるミスや負けやすいパターンを次回以降に排除していくといった形ですね。このように同じようなミスを何回もやっているであるとか、負けやすい時の傾向というのがあるはずなんです。そのようなよくやるミスや負ける時の傾向をつかみ、それを次回以降のトレードでやらないようにする。で、それを次回以降のトレードで取り入れて、結果が出てきたらまた同じように分析をする。改善策を考えたらまたそれを次回以降のトレードで排除していくっていうような形です。こうしたトレードの振り返り、分析、改善を毎日、毎週、毎月繰り返していって、自分のトレードをブラッシュアップ、洗練させていくんです。そうすることで無駄な負けトレードを減らすことができます。不要な負けトレードが減れば終始マイナスからトントンへ。
収支トントンから収支プラスへと収益は徐々に改善していきます。とにかくトレードをしよう、勝とうというよりも、まずは無駄なところでのトレードを排除する。よくやるミスを減らす。負けを減らすことで収益を改善していくという視点で取り組んでみてください。ということで、ここまでトレードの振り返りの重要性、理解していただけたかと思うんですが、トレードを見直すにしても、どのような相場状況の時にトレードしたのか、どのような根拠を持ってエントリーしたのか、損切りの位置や利益確定の目処は、といったことを記録していなければ、見直しのしようがありませんよね。ブローカーから送られてくるこのような数字を羅列を見ていても、勝率が低いなとか、プロフィットファクターが低いなということはわかるかもしれませんが、そもそもうまくいってない根本原因がわからないので、改善のしようがありません。ということで、トレードノートをつけるというのは、自分の弱点やミスを把握して改善していくため、ルールにのっとったトレードができているかどうかを確認するためにも欠かせないプロセスです。2024年はトレード記録をつけていなかったという方、三日坊主で終わってしまったという方は、今回の動画を参考にして改めてトレードノートをつけるようにすることをお勧めします。僕が提供しているトレードノートのツールも概要欄に載せていますのでチェックしてみてください。それでは最後に4つ目の取り組みである過去検証を見ていきましょう。これも非常に重要なテーマです。過去検証には手法の有効性を検証する、手法を実行可能なレベルにするという2つの目的があるんですが、今回の動画でお伝えするのは2つ目の点です。では手法を実行可能なレベルにするとはどういうことでしょうか。一般的にスキルの獲得には4つの段階があると言われています。1つ目の段階が無意識的無能、2つ目のレベルが意識的無能、3つ目のレベルが意識的有能、4つ目が無意識的有能というものです。下に行けば行くほど習熟度が高くなります。まずレベル1の無意識的無能というのは知らないしできないというレベル。2つ目の意識的無能は知っていてもできないというレベル。それから3つ目の意識的有能は考えればできるというレベル。はい、最後の4つ目のレベルは考えなくてもできるというレベルです。そしてトレードスキルの習得においてもこれは当てはまります。例えばサポートレジスタンスラインを引くという例を上の4つの段階に当てはめるとこのようになります。まずレベル1の無意識的無能の段階ですが、これはサポートやレジスタンスという概念を知らない状態ということになります。それからレベル2の意識的無能の段階なんですが、この段階になるとサポートやレジスタンスまたはラインという概念は知っています。また誰かがチャートにラインを引いて説明しているのを聞くと理解できる状態。ただ自分でサポートやレジスタンスラインを引こうとすると、どこに引いていいのかわからないという状態です。次はレベル3の意識的有能の段階です。このレベルになると、サポートやレジスタンス、またはそれに該当するラインのある程度の知識を身につけて実践をしている段階です。ただし、注意を払いつつ時間をかけてライン引きの作業をする必要があり、熟練者に比べると時間がかかります。また集中力が欠けていると間違ったり、ラインを引くのを忘れたりしてしまいます。ということで、まだ熟練者のサポートが必要な段階と言えるでしょう。最後4つ目の無意識的有能のレベルなんですが、このレベルになると、サポートやレジスタンスラインの知識を完全に自分のものとして実践ができます。集中して考えながらライン引きをする必要がなく、素早く作業を完結することができるほか、このレベルになると、他の学習段階にいるものに知識やその実践を教えることができるようになります。このレベル2という段階は理解しているという状態に該当し、レベル3とレベル4ができるという状態に該当するわけですが、この2つですね、理解しているとできるには大きな隔たりがあります。2から3以降のレベルに進む、分かっている状態から自分でできる状態になるには練習を積む必要があるんです。取り組み1のところで解説した自分が自信を持ってトレードできる相場の動きが発生した時に、どこでエントリーして損切りはどこで、どこまで狙うのか、そういったことを過去チャートを使って検証して、実際の相場で適用できるようになるための練習が必要です。僕はこのチャンネルを通じていろいろなテーマを皆さんにお伝えしているわけなんですけども、動画を見ているときはわかる、簡単そうに見えるんですが、自分一人でチャートに向かうとどうやったらいいのかわからなくなるという声をですね、コメント等でも結構いただきます。で、それは多分、まだ2のレベルから3のレベルに移行できていないんだと思います。レベル2まではインプットでなんとかなるレベルなんですが、3より上はアウトプット、つまり練習していかないと自分のものになりません。過去チャートを使ってラインを引く練習をする。押し安値や戻り高値といった重要な高値や安値を実際に過去のチャートを使って特定する練習をする。相場の波というものを把握するために、実際にチャートをプリントアウトするなどしてそこに波を書き込んでみる。といったように実際に自分で手を動かして初めて身についていきます。
どの世界でもそうですよね。魚釣りの本を一生懸命読んだところで、魚は釣れるようにはなりません。バスケットボールのシュートのやり方をいくら YouTube の動画を見て勉強したって、コートに出て自分で1日100本とか1000本と練習しない限りは、シュートの技術っていうのは習得できません。ということで、スキル習得には4つのレベルがあるということで、練習の重要性、過去検証を行うという点を取り組みの一つとして見るといいのではと思います。今回は4つの取り組み紹介してきたわけなんですが、皆さんいかがでしたでしょうか？アメリカの経済誌フォーブスが2023年に発表した高度な専門知識、スキルを持つ人材や成功した人々が共通して持つ10の特徴によれば、常に改善を行うという点が挙げられています。他人からのフィードバックを参考にしたり、自分の間違いから学ぶ、常にスキルやパフォーマンスを向上させる方法を探し続けるといった特徴があるそうです。新しい年が始まるということで、来年の目標を考えている方も多いと思いますので、来年はブレイクスルーを果たしたいという方は、ぜひ今回紹介した4つの取り組み参考にしてみてください。今年1年ご視聴ありがとうございました。皆さん良いお年をお過ごしください。